三仏寺は鳥取県の中部、標高 899.7 メートルの三徳山にある天台宗の古刹です。山麓部分には三仏寺の他に臨光院、正勢院、海上院の3院と蔵王根源立像などを安置する宝物殿があります。山中には文殊堂、地蔵堂、農協堂など重要文化財の建物が並び、一番奥に断崖絶壁にへばりつくように国宝三仏寺奥の院投入堂があります。自伝によれば三徳山の開山は慶運3年706年と言われており、修行者の円能図が3邊の蓮の花びらを散らしたところ、その一邊が落ちた地に道雲を立て神仏を祀り修験の行場としたことが始まりと言われています。三徳山の下部では洞窟や奇岩、絶壁、滝などが気象を形成しています。山麓から山頂部まで連続する大自然林はイヌワシや仏法僧の生息と相まって名勝地を構成しています。それでは日本一危険な国宝鑑賞と言われる投入堂への参拝登山に出かけましょう。参拝登山のスタート地点となる参道入り口です。ここから投入堂までは往復2時間程度の道のり。それでは一緒に参拝登山にスタートしましょう。石段を登りきると受付案内所があります。ここで投入堂の参拝登山に関する主な注意事項を見ておきましょう。詳しくは三仏寺のホームページで確認してください。境内には総坊祭院と呼ばれる臨光院、正勢院、海上院があり、それぞれ上の寺、中の寺、下の寺と呼ばれています。海上院には薬師如来が祀られています。正勢院には釈迦如来が祀られています。臨光院には阿弥陀如来が祀られています。三仏寺本堂に参拝します。嘉祥2年849年、高僧の円仁が三仏、釈迦如来、阿弥陀如来、大日如来を安置したことに始まります。現在の本堂は1839年に再建され、県の保護文化財に指定されています。堂内には平安仏が安置されています。入部修行受付所で服装と靴のチェックを受けます。記帳を済ませると和袈裟が手渡されます。和袈裟とは薬式の方へのこと。登山中は首からかけて登ります。宿入橋に差し掛かりました。ここを渡るといよいよ登山の開始です。一足進むごとに周りの空気が澄んでいきます。最初の難関、桂坂です。斜面を這うように伸びる木の根に手足をかけて全身で登っていきます。高さは4メートルから5メートルはあります。修験の道を実感します。桂坂を登っていくと、最初の重要文化財、文殊堂が見えてきます。鎖をしっかり握って登っていきます。急峻な崖や山の斜面にへばりつくように建てられた建築を掛造り、または懸崖造りといい、岩の高さに合わせて柱を伸ばし建物が建てられています。標高435メートル、
刺繍に円を巡らした建物です。足元に注意しながら幅1メートルほどの円を回ると雄大な眺望が開けます。天気の良い日には日本海や遠く大山を望むことができます。地蔵堂が見えてきました。文殊堂とよく似た造りで大きな岩をまたぐように建てられています。光付けといって岩の凸凹に合わせて柱の底面を削ったものもあります。この建物の他の部分の柱は四角形なのに対し、お堂の心臓部ともいえる神様仏様を安置する内陣の背面にあたる2本の柱は丸柱となっています。地蔵堂や文殊堂の屋根には曲線の山形に取り付けられた唐破風が見られます。唐破風は通常参拝する側の屋根につけられますが、これらのお堂の唐破風は裏側についています。12世紀の有名な武士である源頼朝の奉納と伝えられる鐘楼堂、県保護文化財につきました。現在の鐘は江戸時代に鋳造されたものとされますが、2トンの鐘をどうやって持ち上げたのでしょう。馬の背、牛の背と呼ばれる稜線の岩場を渡っていきます。両側が切り立っていますので注意して渡ります。農協堂、国重要文化財です。平安時代後期に建立された春日造りの祠で修行僧の写経が収められていました。先ほどの文殊堂と同じく中心部は丸柱で四方を囲まれている様子がよくわかります。観音堂、県指定保護文化財は自然の岩窟の中に建てられています。自伝によれば正保5年1648年に鳥取藩の初代藩主池田光仲が再建しました。観音堂の裏手、胎内くぐりに進みます。ここを抜けると新しい自分に生まれ変わるとされます。観音堂と元結影堂を過ぎ崖伝いに行くと、いよいよ三仏寺奥の院、国宝投入堂がその荘厳な姿を表します。今から1300年前に縁の行者が法力で投げ入れたという伝説から投入堂と呼ばれるようになりました。山岳仏教の代表的な建造物で、もやは桁行き2軒、播磨1軒、屋根はヒノキの皮を重ねた檜皮葺き、掛造りの建築です。この建物の中心部分、もやの柱は円柱で、ひさしは角柱で支えられています。かつては白と朱色で彩られていました。また、投入堂とともに立つ愛染堂の部材からは、1021年の年輪年代が確認され、平安時代後期の建物であることが科学的に裏付けられました。投入堂は険しい崖に立つその凛とした姿で1300年以上人々の信仰を集めてきました。かつてこの投入堂の内部には本尊の蔵王権現像と脇本尊6体と狛犬が安置されていました。これら7体の蔵王権現像や狛犬、観音堂本尊である小観音立像、地蔵堂の地蔵菩薩像、銅鏡などの重要文化財は麓の宝物殿で拝観することができます。三徳山参拝登山いかがでしたでしょうか。豊かな自然と歴史文化が共存する日本一危険な国宝鑑賞に皆様のお越しをお待ちしています。三徳山は修行の場として訪れる人々の六本を清めています。三笹温泉は
訪れる人々が湯治を行うことで六感が癒されます。三徳山に参拝する前に心身を清める場所としての拠点を担ったのが三笹温泉。日本遺産ジャパンヘリテージ第1回認定に三徳山と三笹温泉が選ばれました。三徳山三笹温泉には深い物語が息づいています。